ピグラウンドとジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説 Day4 ですね。8月シーズン Day4 やっていきたいと思います。夜村の T シャツが届きました。ということでね、こちらを今回は着ながらのね、プレイになるんですけど、8月シーズンね、全部の概要欄にね、貼ってあるんですけども、この企画にね、見てる方々も参加できますよということで、入れ替え戦にね、参加できるかもしれない応募フォームをね、貼っております。ぜひこの企画参加したい方はね、概要欄チェックしてみてください。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。森尾さんですね。リターン型。ちょっと点数とか振り返るの忘れちゃった。さあ、まずは、水と2つあるところから突っ込んで、クロスボウ、マルチ IT3 個ありますね。ここ。クロスを両方取ると、シューターが刺さるようになりますよ、みたいなことなのかな。さあ、どこまで削りに行くのか。反対アーチャー置いてますね。マルチインフェルノまで削りに行くのかどうかですが、折ってから回収みたいな感じになるのかな。ヒーラーがちょっと遠い距離になってしまったんですが、ここはまだここで回収していきましたね。で、3時に戻していくと。なるほど。で、おそらくシューター、透過弊社に切り替わりましたね。シューターだったらそのままマルチ IT のところぶっ刺されば結構強そうかなーって感じでありますが、外周部の方に透過弊社を流すような形でやっていくのかな。ここはフロスティがね、ちょっと単行してくれてましたね。キング出して速攻のフィスト早いですね。流れないようにっていうところかな。水塔とかもちょっと残ってるところでありますが、さあ、リクスケ出てきつつ、1マス空いてるので、ちょっと外周部流れていきますが、ジャンプをかけて戻していきたいというような形。援軍はアイスゴーレム、ちょっと援軍に対してね、アドバンテージがあるエレクトロタイタンというユニットなので、できればね、ラバーハウンドとかそういう援軍の方がありがたいところですが、アイゴレちょっとね、時間取られますね。だからちょっと取られてるのはクイーンだけと。トームを残した状況で、ここしっかりレイジーかけて、トームをかけていってタウンホールのケアしつつ、キングの方も今、リスト結構早い段階でね、使ってたので、もう解けてますね。タウンホールを、タイタンの方で突破しつつ、ちょっとこれね、爆破も入るし、クイーンは壁を殴ってくれる。ありかな？そこにレイジ置いてきましたね。残りまだもう1枚レイジあるので、思い切ってここに使っていくような判断ができたかなというところですね。クロックもあるので、ユニコーンまで生き残ってるな。このレイジに乗るのありがたいね。マルチ IT 突破すると、ユニコーンがレイジに乗って回復量をまた上げてくれて、流れていくエレクトロタイタンに合わせてロイヤルチャンピオンを使っていくっていう形になるんですけど、クイーンの進行とエレクトロタイタンの動き見ていきたいですね。クロークでクイーン処理は一応できそうなぐらいは伸びてきてくれているので、それに合わせてロイヤルチャンピオンを、6時なのか、それともエレクトロタイタンに合わせて出すのかっていうところですね。クローク使うんですけど、ちょっとトルネードに巻き込まれて、これは処理ができず、さあ、レイジをエレクトロタイタン、ロイヤルチャンピオン重なるように、基本的にはこっちから出すことになるかなというところですね。リクスケルトンのケアもエレクトロタイタンが完全にしてくれて、呪文もたくさん残って、ロイちゃんも、クイーンも最終的には生き残って、呪文も残ってますね。さあ、星3、61天才のドリルに切り替わりましたね。4戦目だよね。これ4戦連発ですね。さあ、どこをやっていくのか。61だとね、マルチ IT。そうですよね。レイジタワー、マルチ IT。クロスボウというところを追っていきました。クイーンの位置がえぐいっすね、これ。相当、何があったってぐらいクイーンが。アクエリタンクと、なんだこれ。相手のね、よくわかんないクイーンの位置っていうのをしっかり確認して、弱点をついていくって形ですね。相当な弱点ですね、このよくわかんないクイーンの位置は。美味しいクイーンを回収しつつ、キングと合流して、クイーンをタウンホールワンチャン取れたらいいな、みたいな感じにもなってくるかな、こうなると。さあ、いいウィズですね。さあ、ドリルロイちゃんを外周部歩かせて、サイドカットみたいな感じにして。一応タウンホールは狙ってそうですね、これ。ラバルはそうすると12時ぐらいから飛ばすことになりそうですよね。そうなりますね。さあ、ポイズンタワーが入っていって、タウンホールの方にクロークは合わせられそう。ここでクローク使ってタウンホールを突破。ドリルとロイヤルチャンピオンが同時に動きつつ、このトームはロイちゃんにも入ってる。素晴らしいですね。ヒーローの方はクイーンがね、大抵こういう時って裏にいるんだけど、いないので、ラッキーですね。
封印処理はしなくていいというところ。さあ、裏から、まだラバハウンドも残ってますね、手元に。まあ、選択肢はかなりあるかなっていうところで、まあ、9時から出すか、シンプルに6時出していくかの2択になってくるかな。簡単なやり方だと。まあ、8時ぐらいから合わせてもいいしっていう。ドリルまだ残ってますね、これ。まあ、シンプルに6時の終点を削るような形を取っていきましたね。このラバハウンドはかなり余裕があるような状況で、ロイヤルチャンピオンも、バトルドリルの方も両方余裕を持ってここまで回ってきましたね。フリーズも2発残しつつ。30上から繰り出したね、このバトルドリルとロイヤルチャンピオンがね、ホームにも合わさったことで、最終的に最後まで残っていくと、強すぎる。さあ、やったーさん。スーパーボーラー、回廊陣、まあ刺さりやすいものの一つですね。オデヒートシューターで挟んで真ん中突っ込むみたいな形がね、結構やったーさんのやり方では多いので、そういうやり方になってくるかな。さあ、12時シューター、9時ウォーデン。まあそうなると10時インみたいな感じになるかな。まあ、キングも一緒に入れて突っ込む形を取りそうですね。うん。ポイズンリザーとかギリギリを攻めてますね。下げられないギリギリを攻めて。9時の区画は丸々これでクリアするってきまして。まだここは、イエティからのバルーンを追加。クイーンを使って戻していって、ウォールブレーカーは、届いていって。モノリスのターゲット入りましたね。さあ、ヒーラーもスライドしてないので、ここはフリーズかけつつ、クローク打って、ちょっともったいない形になっちゃいましたね。さあ、本体合流という形になっていきます。さあ、ジャンプも置いていきつつ、援軍はなんかすごい援軍来たね。アイゴレとエレクトロタイタンという、エメラルドが少なく済む防衛援軍が入っていって、ホーミングチェックのバルーン、そしてクイーンの HP がキングかあれ。キングの HP がかなり苦しくなっていきつつ、ピスト使ってからの、これはトームここまで合わせるかな。ここで打っていきます。いいトームですね。さあ、レイジも合わせて一気にタウンホール突破していきたかったんですが、キングのターゲットがクイーンに引っ張られてタウンホール残してきましたね。トーム中に一応まあギリギリ間に合ったぐらいって言えるかな、これは。間に合っていって、ロイヤルチャンピオンマルチさしつつ、裏のシングルインフェルノにスケルトン置いていって、中心スーパーボーラーの方で迫撃のターゲットとかね、取れてるので、シューターの方ももうちょっと伸びていきそうですね。こうなると、ロイちゃんがフリーズインビジブル。ただ、テスラモリが残ってますね。さあ、スーパーボーラー、ここしっかり、大砲までバウンドダメージを入れてくれつつ、シングルインフェルノはなんとかクイーンの方で突破。ウォールブレーカーで裏タゲ取りつつ、ロイちゃん生かして、ブーメランはもうないので、ここはフリーズを使って固めていきます。シューターから出てきたイエティの方で3時の防衛施設の方はケアができそうなので、このロイヤルチャンピオンさえ、ディギーが入りますね。さあ、ディギーが入って突破できつつ、ウォールブレーカーで一応裏もね、作ったので、クイーンの方も後々合流ができそうです。さあ、イエティが竹取ってくれた後ろからロイヤルチャンピオン刺していって GG か。刺す。うまい。ちょっとね、ギリギリな展開にはなりましたが、まあ刺さる要因っていうのはしっかりね、スーパーボーラー真ん中、火力高いところ突っ込むの強いですね。さあ、カズマくん、スーパーバーバリアン編成ですね。今月はかなりスーパーチャ編成をね、突スパチャをやってるみたいなんですけど、まずは、対空砲にバルーンが直差しできるような形で、アーチャーターを切りつつ、ここで突撃艦をかけていきます。しっかりエアスイーパーの方もフリーズで固めつつですね、タイタン出てきてる、天敵出てきましたが、どこまで伸ばすか、届くか、届いていく。狙ってたところまでしっかり届けることができてるかなというところですね。で、ここで遅れてしっかりとスーパーチャー増やしていきつつ、援軍の方はボーデンで釣ることができているというところで。タウンホールプラスアルファでどこまで削れるか。スーパーチャーパート。真ん中マルチ2本は折れましたね。さあ、投石も残ってるんだけど、それは折れないかな。ちょっとターゲットがブレてはいるんだけど。壊せないか、それ。めちゃめちゃギリ。とはいえ、ただ中心部は相当吹っ飛びましたね。さあ、アーチャータワーにスーパーバーバリアンピン刺しして、バルーン、でもロイちゃんいるからな、防衛の。内側のマルチ IT のだけもちょっとだけ嫌ですね。
ここはバーバリアンとストライカーでロイヤルチャンピオンを処理させていって、ロイヤルチャンピオンをここにさせていきます。マルチ IT が残り続けるこの展開少し嫌ですね。投石の方はディギーがちょんと触ってマルチ IT の方にも。この展開でね、やってあげなかったら結構、ディギー。マルチ1回入れてほしかったな。クイーンへの被弾が結構入っちゃったなというところですが。ただまだスーパーバーバリアン手元に超いますね。クイーンはクローク使っていって、まだ20体います、スーパーバーバリアンが。裏から大量にスーパーバーバリアンで回収をしていきつつ、これ。これは余裕ですね。ブーメランかましていって、手元になんと15体のスーパーバーバリアンが残っていると。すべてのユニットを裏からぶち込めていって、超絶余裕の全開でしたが、僕も4戦連発ということで、今回のグランリーグね、結構全開取れますね。9時から食い火入れつつ、突撃艦を刺していきます。投石とロイヤルチャンピオンっていうのは狙いですね。ロイちゃん別に折れなくてもいいんですけど、プラスアルファでいろいろ削れればいいのかなっていう、そんな感じの突撃艦ですね。援軍の方もしっかり連れて、レイジターのところまでしっかり処理ができました。援軍はアイスゴーレム。ここはジャイウィズを使ってアーチャータワーを切りつつ、金庫とかね、エリクサータンクとか切れたらいいなぐらいに思ってたやつですね。普通のウィザードじゃなくてね、パリピウィズっていうのもあって、処理が早いっていうところで、大工の回復力にも負けないんじゃないかなと思って今回は採用していきましたが、大工も直してるんですけど、パリピウィズやっぱ攻撃速度速いのでいいですね。しっかり打ち勝つことができましたと。これね、打たれないと思ってたっすね。確認はしなかったんですけど、これ打たれないっしょと思って出してたやつなんで、プランニング組んでたんですけど、ちょっと打たれてましたね。これがちょっと予想外、正直。これも打たれると思わなかったからね、水追加したんですけどね。いいタイミングだと思ったんだけど。ダメだった。ここで大工削って、残ってしまったエリクサータンクの方に一度寄るんですけど、もう一度内側入ってきますね。結果的にはこれ、切っても切んなくてもそんなに変わんなかったんだけど、切った方が綺麗かなと思って。レイジを置いて、インビジブルかフリーズですけど、ここがフリーズ入って、スケルトン呪文を置いてからスタートしていきますと。クロスボウのタゲをね、ちょっとブラしたかったみたいなところがありますと。で、スーパーホグ展開していきつつ。なるほどね。クイーンの方がね、非常に強いルート、真ん中、込むことができているので、ちょっと、左、ちょっとね、こっち側に寄せて、トームを打っていくっていう感じね、クイヒホグルートっていうのを。そうすることで、火力の高いところをしっかり突破させつつ、あとはフリーズでなんとかなるでしょう。レイジフリーズ。なんと、この状況でクイーンからね、ホグの方にヒーラー移っちゃいました。マジと思いながら。あと、クイヒーほっといてもいいかなと思ってたんだけど。そうなってしまったら仕方ないので、合わせてレイジの方をホグパートに回しつつ、クイヒーの方はインビジブル使ってもいいんですけど、クロークも使っちゃってるしね。そんなにいいかなって感じで。ロイヤルチャンピオンね、確実性を取りました。時間の方がね、別に厳しい感じでもなかったので、ロイちゃん能力残ってるし、インビジブル、お守りぐらいな感じでね、残しておけば別にクイーンを生かさなくてもいけるでしょうってこと。今回は残していきつつ、防衛施設もね、まだ、これで残り5個。大砲まで切ったら撃とうかなって感じですかね。はい。ブーメラン撃っていって、全員で回収しに行って、GG と。ユニットもかなり残ったし、クイヒの方がね、ちょっとヒーラースライドしちゃったので落ちちゃったけど、それは仕方ないかなって。正直あれは予想外ですよね。そんなことになるとはというところが。ひろやさん、51天才、これはマルチ61だった。マルチと、第1クロスと、レイジターのところを追っていきました。の、スーパーホグですね。の、見習いウォーデンかな見習いウォーデンがキングについて。キングゴレというね、HP の非常に高いところ。これ上限なしで上げれるのめっちゃ強いですね。イエティとパリピーズをサイドカットに使いつつ、両サイドパリピーズとイエティのセットですね。見習いウォーデン強いね、これね。ゴーレムの HP 相当上がるでしょ。キングも相当上がるしね。ここもアイスゴーレムに合わせてストライカーを合わせつつ、うまいですね。両サイドイエティやらなんやらで大量に入れていって、ちょっと対地クロスの方ですけど、そこに対してドリルを刺していく。
キングの方はフィストを使ってマルチアイっていう、裏からもジャイウィズ。このパリピがほんと強いんだよね。タウンホールの方はベビドラが起動しちゃいましたね。どういうプランでどういうルートを描いてたかわかんないんですけど、ドリルの方で援軍が連れて行きます。ただこれね、タウンホールから撃たれない絶妙な位置で、しかもめちゃくちゃ美味しい援軍が出てきました。ここはドリルに合わせてスーパーホグを展開していきます。そして、スケルトンの呪文もいってますね。うん。トライカー合わせて一気のトームレイジまで置きつつ、いやもうこれ強すぎでしょ。カオス。互いにレイジを置いていきつつ、クイーンの方はブロック持ってるので、しっかりタウンホールに合わせて。ツーサイドパート完璧ですね。ホグパートもめちゃくちゃ強いし、こける要素が見当たらない。そんなアタックですね。さあ、ドリルが今回も残っていって、ホッサンのアタックでもね、ドリル残ってたんだけど、スーパーホグに混ぜたドリルってほんと伸びるんだよね。まあ、今回の場合は結構初手にね、残った防衛説に投げたみたいな使い方だったんで、どこまで伸びるかみたいなところは援軍次第だったんだけど、壮絶伸びましたね。最終的には大量のユニット残しての全開と、スーパーホグはやっぱ刺さると圧倒的になりますね。ナイス全開。さあ、4つ3、71天才ですね。7ってなると、クイーン投石が、イーグルかっていう話ですが、イーグルの方ですね。イーグルとモノリストクロスボウとインビジブタ、相当バリューがでかい。どっちに打っても非常にいい天才になりそうですが、なんか何もないスペースがあるおかげでキングの誘導が簡単です。はい、いいスニゴブ。バネチェックですね。バネトラップを解除させつつ、アイゴレス出していく。ロイヤルチャンピオンまでここ生かしていく。これ結構早めに突っ込む。フィストまで速攻で使ってロイちゃん守りたい。いいかな。クイーンの方はタウンホールを射抜くようなプランニングでやってると思うんで、ポイズンタワーキングで捨てたのいいっすね。援軍はここもアイスゴーレム。インビジブルはないんで、ロイヤルチャンピオンどこまで伸びるか。アイゴレに捕まらないうちに伸びてほしい。ここでブーメランかな。ドゥン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 。クイーンの方もタウンホールたどり着いて、クローク合わせてと。9時からラバルスタート。イーグル砲はね、天才で追ってるからね。大砲キロとしたらテスラモニが現れて、ボマーに切り替えまして、ボマーをここに刺していく。うん。で、本体バルーンを12時から作って、中心のインフェルノ3連軍っていうところを本体バルーンとして潰していこうというプランニングですね。ちょっとボマーがロイちゃんに捕まっちゃうので、結構早めに溶けちゃうんですけど、援軍はドラゴン入って、こいつで処理をしようという、ほぼ溶けてしまってもいいので、ここで処理しようっていう、そういうプランニングでしたね。気をつけ、大丈夫でしょ、このぐらいの数いたら。ワンチャンね、ドラゴンの方にウォーデンの竹が吸われてみたいなことがね、起きないようにするのが、気をつけなきゃいけないところですね。呪文は4枠残って、宝石のところでヘイストトームかな。いいトームですね、ここ。ラバハウンドもしっかりトームかかっているので、最強です。裏からもバルーン囲い込んで、フリーズあるのとヘイストあるので、それで締めですね。アイス全開。かなり強いね、これ。この天才見えづらいな。てか、この天才からのこのラバルがすごいね。天才のバリューがめちゃめちゃでかいので、プランニングの軸としてね、その辺の、この天才活かせないかなって考えたときに、今のラバルが思いついたのかな、きっと。基本的にはね、このラバルやりやすいな、ではなく、この天才やりやすいなから始まると思います。さあ、クラウス51天才。天才ラバル多いですね、やはり。5ってなるとインフェルノになるんで、真ん中なのか、左右どっちかに打ち分けるのかみたいなところですが、12時、6時キングからランチャー型かなってなると6時の内側のマルチはランチャーで見てると思うので、どっちか左右のものを追ってくるんじゃないかなと思います。火力も非常に高いところなので、スケルトンの呪文を置いて、外周部をベビドラ。モノリスト、オデンゾーと、反対火力最強連合ですね。キングでそろーっと降りつつ、ウッドランチャーがサポートしてくれました。さあ、アイゴレからのパリピーズ。ここは奥の方をクエイクで揺らして、なるほど、ポイズンタワーを巻き込めるの確かにそうですね。ラバルからすると非常に強い。クイーンちょっと捕まってるんで、ここフリーズ打つかどうか。打ちましたね。かなり、迫撃が。
ちょっとテスラがフリーズ漏れたので、クロークは結局ここで使わされちゃうような。ロイヤルチャンピオンとラバハウンドまで追加して、投石の竹とかこの辺をラバで取りたいみたいな、クイーンの竹とかね。いや、いいリカバリーですね、このラバ。このラバ追加なかなかできないよ、分かっても。理論上ね、今のラバ追加非常に強いっていうのはね、理解できたとしても、実際に投げれる人って今のタイミングで少ないんじゃないかな。ナイスラバ追加ですね。からのタウンラバル。フリーズ当然かけていきつつ、9時の方は残しているので、手持ちのラバハウンドとストライカーとかここに残して、最後に使う形かなと思ったら、ここでラバトーム入れてきましたね。うん。さあ、マルチインフェルノ。エアスイーパーはなんかこっち向いてそうだけど、全然こっち向いてないですね。ちょっと苦しくはなってきましたが、手元に残したバルーンで。ですらさ、ちょっとこっちそれたね。おお、対空砲ダメージ入ってたんだ。破裂して死にました。イエティ入ったんかな、ミニエティが。さあ、投石の方まで突破しつつ、ストライカーが裏から間に合って、この辺のね、締めもね、やっぱクラス強いっすね。ナイス全開。ガーソス。さあ、リュウタくん、クイヒーホグ、スニゴブ型かな。さあ、カードテスラ発見。しっかりバーバリアン出してチェックしつつ、迫撃砲のターゲットをずらすような形で取ってますね。で、クイーンを置いてからベビドラサイドカット、タウンスニゴブするってことだよね、きっと。バルーン出して、バルーン穴開けして、スニゴブ通してみたいなことやりつつ、うん、テスラチェックもやって、しっかり見て。このタウン、スニゴブで削ってくんだ。結構ね、このルートでクイヒーそのままダウンホールケアしつつみたいなやり方を、レジェンドとかだとやっていきそうな感じではありますが、そうなった時に結構内側の投石のケアしづらいっていうと、で、残ったところにキングを差し込んでいくと。ちょっとポイズン切れちゃったんで、このアイゴレの処理がめんどくさいですね。微妙にポイズン外れつかな。さあ、上の方も形ですら出ましたね。アリピューズ強え。シューターの方は捕まって、燃焼ダメージでリクスケ処理ができたらいいんだけど、ちょっとできませんでした。穴開けしつつ、9時から行くか2時から行くかみたいな卓になってそうですが、クイーンの動き次第。これなら9時から行くことが多そうだけど、どっちでもまだいいかな。一応2時の方はほっといてもクイーンで折れるからね。9時から行くかなって感じ。うん。やはりここは9時を選択していって、さあ、ここで一気のトームを打ちたいところですが、しっかり打っていきましたね。レイジトームまで重ねていって、クロスボウとかも残ってるけど、そこ合わせつつ。バーね、ぴょんぴょん飛んでますね。飛んでいくけど、なんとかこのトーム中に投石まで突破。最終はフリーズが2発ありますね。リトルマンので、ロイヤルチャンピオンを延命する形。クイーンは壁を殴ってるだけでタンクになる。フリーズここ打たないですね。どっちにしろかな。ロイヤルチャンピオンがこのまま、能力残ってる状況なので、延命させていって、ブーメランからのクイーンもクローク合わせて、通常ホグしっかり回収用に残っていきました。さあ、ナイス全開。配置に合わせたね、レジェンド陣の悪いところ、タウンホール寄せすぎです。タウンスニゴブに対策ができてないというところね。逆転をついた形になるかなというところですね。レジェンド編配置って、こういうレジェンドで来ない編成を対策してないことが多い。こういうのを刺さりやすいですね。さあ、スミス61天才。今日は天才が多いですね。さあ、タイチとマルチインフェルノを削っていって、変兵器をボマーセットなんですけど、タウンホールサイドからやるってことですね。かなり天才ラバルが流行りすぎてしまって、タウンホール真逆からのね、ウッドランチャー型の天才ラバルっていうのが爆裂に流行ってみんなやってたんで、そういったことからなんかそういう攻めじゃない天才ラバルっていうのが非常にやり方として増えてきたところか。おっさんみたいにドリル使ったりとか、
あとはね、6-1じゃなくて5-1打ったりとか、まあ、突撃艦を使ってタウンホールをケアしたりとか、いろんな形でね、ウッドランチャー型じゃない天才ラバルっていうのもかなり当たり前だけど、流行って対策されたらそういうやり方じゃないとね、全開取れないこともあるので、うわ、なんかすごい。ツーサイド用のリクスケルトン出てきてるんですけど、めっちゃ美味しい当たり方しましたね。今のクローク打ってたらね、クイーンがリクスケに座れてたんですけど、しっかり見てからっていうところでした。バックもあって、クイーンの能力とね、HP 管理次第ではちょっと大事故になりかねないぐらいのトラップがありましたね。リストも非常に強い穴開けもしっかり拡張できていて、クイーンを流して、ロイヤルチャンピオンを流して、ここからラバルパート9時、12時、10時で抜いていくという形。エアスイーパーが完全逆行なんで、ここのね、ゴリ押しの突破法というところですが、ヘイストをここ割いていって、ボマーを投石のところへ。フリーズ、ここかけるかな。さすがに安いマルチな。で、一応レイジがね、手元に残ってるんですけど、この安いをね、ケアしつつ、マルチ IT クロスっていうところね、重いところをね、突破させたいというところですが、ちょっとバルーンが取れていきました。ただ、リギーがここ止めてくれて、ロイちゃん強え。さあ、ラバハウンド、絶妙な位置を走っていきます。罠回収をしっかりしつつ、非常にいいタイミングでの破裂。あとは、ボマーが残ってますね。裏からジャイアントもやってきて、水とのタゲを取っていく。さあ、最終的には余裕の全開。ジャイ強。もうジャイエラ。リギーまで止め始めた。は回収していっての GG です。ナイス全開。バーサス。さあ、さあ、最終アタック、スタドラ61天才ですね。本当に天才ラバルが多い。流行ってるのがわかるかな。もともとラバルやってる人は多かったけど。さあ、キング使ってったんですけど、テスラチェックしなかったことでね、キングが逆走してそうですね。戻していってっていう合流みたいな形をね、取りたかったんだと思うんですけど、穴開けクイーンのためにしつつ。キングがこの辺削れてないので、クイーンの方は戻ってきてしまいそうですね、下側。クイーンのバリューとしては相当渋く。キングは6時側。これ合わせて投石区画に入れればいいんですけど、スニゴブ間に合うかな。間に合いそうですね。さあ、援軍にポイズン打ちつつ、シングライティクイーン入って、だいぶ渋いっすね。反対サイドの投石の方は逆に突破できたっていう形ですが。ロイヤルチャンピオンを投石の方を指していって、イエティの、このミニイエティのターゲットしっかり、その隙にストライカー刺さりましたね。キングもまだ働いている。ラバハウンドも角度変えてどんどんラバル展開していきます。ちょっとリックパートはね、そんなに綺麗な形では入らなかったですが。さあ、ポイズンタワー出かけたところ、ここはフリーズ重ねて、インビジブルタワーが帰ってきてしまう。なんとかこれは戻る前に突破ができてそうですね。さあ、ここでトーム、バルーンの数は相当少なくなってますが、手元に残したバルーン11体とラバハウンド。スケルトンの呪文があるので、一応防衛施設の破壊にも狙えそうですね。やろうと思えば。ベビドラとかも残ってんで、アチャタワー刺してもいいかなって思うんですけど。フリーズかけて、回収回すのかなそうなの。やっぱ来ましたね。これならちょっと最初から出してもっていい。さあ、ゴブリン回収入れていって、スケルトンの呪文はシングルインフェルノのタゲを取ってもらうような形で。一体だけ走ったバルーンが赤バックとか黒バックとか拾いつつ、熱い。最終的にはこれで全開ですね。だいぶ渋めになってしまったところから、おーっと、ネード出ますが、ナイス全開。はい、というわけで終わりまして40点。非常にいいですね。しかもこれ星1入っての40点なので、全回数でも11本かな。かなり多かったかなと思います。比率としては天才ラバルがめちゃめちゃ多い回になったかな。やってる人の数が天才ラバルがめっちゃ多いっていうところと、たまたまね、前回取れた人の比率っていうのでも天才ラバルが多い日だったかなって感じですかね。
個人的にはね、4000連発取れて、まあ、スーパーホグしかやってないんですけど、多分。スーパーホグも全然めちゃくちゃ今でもまだまだ非常に強いと僕は思いますね。まあ、特にね、プロシーンで戦ってるわけでもないので、まあ、ガチガチにそこら辺を目立った配置みたいなのもそんな、ね、見れば大体わかるし、攻めないからね、それと。当たり前だけど、刺さりそうな配置に刺さりそうな戦術を刺すっていう、ね。で、冒頭でも言ったんですけど、概要欄ね、チェックして参加したい方はそちらから応募お願いします。ということで、今後はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、シェア、さよなら。